アクロパパの AI 教室。前回はループの話をしました。書かせて検証して直させる、ハーネスを使って AI の出力を機械的にチェックする流れでしたね。フリア的にはループの考え方すごく腑に落ちました。テストで縛れば安心感が違います。今日はその先、大きな仕事をどう分けて AI に渡すか、エージェント駆動開発の前編です。分ける必要あります？僕はいつも全部やってで一発ですよ。じゃあ試してみよう。お題はこれ。ユーザー登録 API を作って DB 設計、バリデーション、メール送信、テストも全部。余裕です。コーディングエージェントにそのまま投げますね。はい、ポチッと。結果を見てみましょう。エージェントの出力読み上げますね。 DB テーブルは作った。でもメールアドレスのバリデーションが抜けてる。さらにメール送信のコードはあるけどテスト用のモックがない。テストは3つ書いたけど2つ落ちてる。はあ、あれ途中までは良さそうだったのに後半ボロボロですね。プリアから見ると予想通りです。人間だって一度に4つも頼まれたらどれか雑になりますよ。いい指摘。 AI にもコンテキストウィンドウ、つまり作業机の広さがある。全部載せると机が散らかるんです。アクロパパ的には全部やっては引っ越しの日にトラック1台で家具も食器も本も一度に運ぶようなもの。途中で必ず何か落とす。じゃあどこまで細かく分ければいいんですか？1関数ずつとか？基準はシンプル。独立して検証できる単位まで分ける。それより細かくしすぎると今度は組み立てコストが増えます。独立して検証できるって具体的にはどういう意味ですか？他のパーツが未完成でもそのタスクだけでテストを回せるかどうか。さっきのお題で分解してみましょう。タスク A、 DB スキーマ設計。タスク B、 バリデーション関数。タスク C、 メール送信モジュール。タスク D、 結合テスト。この4つです。 A と B は確かに別々にテストできますね。 B は入力と出力だけで確認できる。そう、バリデーション関数は単体テストだけで検証できる。 DB がなくても動く。これが独立して検証できるという意味です。でもタスク D の結合テストは A、B、C が全部揃わないと無理ですよね。その通り。だから D は最後に回す。依存関係がある場合は順番が大事。これも分解の一部です。なるほど。分解の流度と順番両方考えるんですね。分解したら次は委任。サブエージェントにタスクを渡すとき何を伝えるか。これをブリーフ、任せ状と呼びます。サブエージェントって何ですか？古文みたいなもの？まさにそう。特定のタスクを委任される古文の AI です。親分が全体を似て古文に個別の仕事を振る構図ですね。ブリーフには何を書けばいいんですか？第2回の要件の4点セットとは違うんですか？いい質問プリア。4点セットが土台で、ブリーフはそれに現場情報を足したもの。5つの要素があります。1、ゴール。何を達成すれば OK か。2、入力。使っていいファイルやデータ。3、制約。使用言語やライブラリの指定。4、検証方法。完了をどう確かめるか。5、やらないこと。スコープ外の明示。この5つです。やらないことまで書くんですか？そこ盲点でした。 AI は親切心で余計なことをしがちだからね。メール送信を頼んだのに SMS 機能まで作り始めたりする。じゃあ実際にブリーフを書いてみましょう。タスク B のバリデーション関数で比較します。雑なブリーフ。メールアドレスのバリデーション関数を作ってこれだけ。結果、正規表現で簡易チェックするだけの関数が出ました。それだとテストアットみたいな不正アドレスが通りそうですね。次に丁寧なブリーフ。ゴールは RFC5321 準拠の検証。入力はストリング型のアドレス。制約は Python 外部ライブラリ負荷。検証方法は正常形5件、異常形5件のテスト付き。やらないことは DNS 問い合わせによる到達確認。これで投げた結果、ドメイン部の .1 やローカル部の特殊文字まで検査する関数が出て、テスト10件すべてパス。はあ、同じタスクでもブリーフ次第でここまで変わるのか。雑に投げてた自分が怖い。分解してブリーフを書いて委任した。でもまだ足りない。レビューゲート、つまり関所をどこに置くか決めないと。レビューゲートって前回のループとは違うんですか？ループはタスクの中で回す自動チェック。レビューゲートはタスクとタスクの間に置く検問所。人間か別の AI が判断します。全タスクの間に置いたら安心ですけど、時間かかりすぎませんか？アクロパパ的には全部に置くのはやりすぎ。判断基準は2つ。不可逆な操作の前と後続タスクへの影響が大きい合流点。
さっきの例だとどこに置きます？タスク A の DB スキーマ完成後、スキーマを変えると全部に響くから。あとタスク D の結合テスト前、合流点だから。逆に B と C は独立してるし、ループで自動検証できるからゲート不要。ここは AI に任せて大丈夫。つまり全部チェックじゃなくて、ダメージが大きい場所だけ人間が見るんですね。全部任せるのも全部疑うのもダメで、急所だけ抑えるのか。ようやくバランスが見えてきた。今日のおさらい。まず、全部やっては失敗しやすい。コンテキストウィンドウ、作業机には限りがある。次に、独立して検証できる単位まで分解する。そして、ブリーフの5要素を揃えて委任する。最後に、レビューゲートは急所だけ。不可逆な操作の前と合流点に置く。今日から全部やっては封印します。引っ越しトラックの比喩が頭から離れない。プリアは逆に任せていい部分が分かって気が楽になりました。全部自分で見なくていいんだって。次回は後編。分解したタスクを実際にサブエージェントに渡して並列で動かします。お楽しみに。